皆さんこんにちは。現代のものけ姫ことまこです。今日はですね、新しい車椅子を紹介していこうと思います。車椅子変わりました。こんな感じで新しい車椅子がおととい納車されまして乗っているんですが、この車椅子についてというよりは、改めて皆さんちゃんと体に合った車椅子を乗りましょうとか、あとここポイントを押さえてた方が普段いいかもななんていうことをお伝えしていきたいと思います。常々私はちゃんとした車椅子に乗りましょうねというふうに言っていますが、私自身そんなこと言ってるくせに、ちゃんとした車椅子にここ最近乗れていなかったというのがあります。というのも、この車椅子 C-MAX 買ってから、6年経ちましたが、体の変化というものもあって、あんまり自分の体にフィットするような感じでなくなってきてたんですね。ただ、じゃあってすぐ買えるわけじゃないから、だまし車椅子乗ってましたが、やっぱちょっとそろそろ限界だなっていうこともありました。で、今回は、プレゼントしていただきましたが、プレゼントしていただいたのは、メルローズの車体を今使っております。メルローズ初めて聞く人もいるんじゃないかななんて思いますが、日本のメーカーさんではなくてニュージーランドのメーカーになりまして、一番有名なのがラグビーの車椅子ですかね。なので日常車ということで乗っている人は日本ではラグビーの人はいるかもしれないんですけど、あんまり多分乗っている方が少ないんじゃないかなというふうに思います。で、今回はそのメルローズの車椅子っていう話ではなくて、作るにあたって少しいろいろ今までと変更したポイント、体に合わせた、またはこうした方がもっと乗りやすいよっていうことで変更した点と、あとはクッションとかね、今皆さんが乗っている車椅子なかなかすぐ買い替えれないと思うので、今乗っている車椅子で、変えれることとしてはクッションとかっていうところでちょっとお話ししていきたいなというふうに思います。私が今まで乗っていた車椅子は松永さんの C-MAX という固定車になります。で、こちらは退院した時に初めて作った1台になるので、この車椅子に6年、乗っていました。ただ、いろいろそこから自分でも変更して作ったポイントの一つが、まず背もたれになります。まずというか、こちら一番大きいところ、皆さんがすいません、世の中でこの背もたれを使っている人は私しかいないんじゃないか説というところで、この背もたれ手作りなんですね。株式会社 K3 っていうところの三山さん、そういったラグビーのメカニックをしている方から作ってもらいました。この2段階構えの背もたれ、いろんな段階を経てここに収まったんですけど、今回も同様にまた三山さんから作ってもらって2段階の背もたれになっています。これで何がいいかというと、やはり自分のこの姿勢をうまく作り出すためには、この平面の普通の皆さんが使っているような背もたれでは別に悪くはないんですが、この2段階構えで調整軸をつけることによって、よりその自分の体に合った下の方はちょっと押し込んで、こっちはちょっともたれさせるとか、そういったいろんな調整ができます。私今回のやつは上下ですね、ここの背もたれの高さも変えれるようにしました。高さも以前より少し、地面から72センチの背もたれにしてるんですけど、今回は背もたれがだいたい76なので4センチくらい高くしたんです。私 T8、で溝落ちから下の下半身麻痺なんですけど、体感としては姿勢保たれるんですが、その他にも自分の今の体の状況的にもう少し上げた方が体の疲労感というか緊張度合いっていうのが下がるんじゃないかっていうことで、高さを上げました。本当に私緊張がすっごいんです。主観性の人が多いかなと思ったりするんですけど、私の場合は本当に体がガッチガチなので、今この片足をこうやって上げようとしても全然
上がりません。もう足が今ズボン見ても分かるようにギューって全部内側に閉じてる状態になってしまうので、その緊張のせいで、足がどんどん硬くなっていく。そして今までこの背もたれ結構姿勢をいいように骨盤を起こすような形でセッティングしてたんですけど、もともと反り腰の私からしてみたらそれが余計に、背中周り腰周りを硬くしてしまったということがあったので、今回はもう少し、パッと見そんな姿勢悪くないんですけど、骨盤を起こすような形のセッティングにはしてません。若干ちょっと寝てる感じの姿勢で、作りました。でも今これ乗ってる方が腰への緊張感が少し緩まって、まだ昨日今日の話ですけど、乗ってる時の乗り心地っていうのは今の方がやっぱり格段に良くなったなというふうに思っています。で、あと変更した点ですけど、ホイールベースが短くなりました。ホイールベース車軸からこの前輪のところまでかなの距離っていうのも短くなったので、前より小回りが効くようになってます。太ももがフラットになりましたか。クッションなんですけど、今までスティムライトさんはずっといいよいいよっていう風に押して皆さんにお話ししてました。これが以前使っていた本当は XS というようなクッションになります。結構厚めで結構硬さもあります。で、別にこの硬さは私全然褥瘡とかできないのでいいんですけど、角度的にこう見ると若干こうどんどん前の方が上がっている感じになりますね。だからお尻が下になって、太ももの方に上がっていくっていうようなクッションでした。で、あと真ん中がへこんでるんですよ。お尻のところがへこんでて、太ももの方にこういった溝があってっていうようなところなんですけど、このクッションを使うことによってキュッと体がキュッとこのクッションに収まって、個人的には座位保持がしやすい。このへこみがあることでお尻がこう前にあんまりいかないっていうので、使ってましたが、これもちょっと私の場合緊張を高めてたんじゃないかっていうのもあったので、今は同じスティムライトではありますけど、種類を変えてスリムラインというようなクッションに変えました。結構ベーシックなこうフラットのクッションで、硬さも前より柔らかいです。今までは少し膝が上がる状態で乗ってたんですが、ちゃんと地面とフラットになるように、クッション変えて、あとは車椅子の調整もして今乗ることができてます。でもよくね、皆さんこうベルトをしてる人、足ベルトしてる人いると思います。こう足が開くとか。なんか私は確かに緊張があってこっち内側に閉じてるってこともありますが、太ももがこう開いてしまう人っていうのは車椅子が合ってないことになるので、そこをもしよかったら皆さん調整した方がいいかなと思います。こう膝がねグラグラで動いちゃう人とかっていうのはちゃんと除圧もできてない可能性があるので、そこはクッションとかを見直して太ももがこうグラグラしない太ももの裏までちゃんとクッションがサポートできるようなクッション選びっていうのも大事かなと思ってます。で、他にも深く座れるようになりました。結構 CMAX はバックサポートを後付けにしてたのと、クッションももともとロコだったのをこっちスティムライトに変えたこともあって、結構浅め座りだったんです。でもそれを深く座れるようになって、なおかつ重心位置っていうのも下げてより漕ぎやすくなりましたし、漕ぐ時に力が伝わりやすくなりました。ステップの高さ見てもらっても足がどんどん緊張高まっちゃって、ステップが足につかなくなったっていうのもあったので、当初よりどんどんステップを上げてしまって、結構空中に浮いてるような感覚で車椅子っていうのを乗ってたんです。なので漕ぐ時もこんな感じで緊張がすごい強かったんで、少し段差とか振動が変わるともう抜け取るような形でこっちは乗ってました。もう要は深く座れてなかったっていうのもあるんですけどね。今はまだやっぱちょっと大変ではありますが、少し、そのちゃんと深く座れるようになったのもあって、漕ぐ時に安定感が増したかなというふうに思います。
まあそんな感じでセッティングとしては変えたところですかね。はい。背もたれまでが76センチで、幅こっからここまで52センチ。ここは、CMAX と変わってません。ただ座幅こっちは CMAX の時より狭くなりました。で、あとは全長が77ですね。重さが CMAX、まあ、このコントゥアが重かったというのもありますが、このクッションを含めて12キロでした。今こっちのメルローズの方は、スリムラインのクッションを入れて、まあ、約10キロくらいの重さになりました。で、素材はチタンです。で、もう一つ変えたのがブレーキですね。ブレーキ今までこの、まあ、よくあるこの縦のカチャンっていうブレーキなんですけど、横ブレーキに変えました。横からポンっていうやつにね。何がいいかっていうと、普通に邪魔にならないっていう感じですね。知らんけど。まあ、横ブレーキの良さと縦ブレーキの良さの違いは個人的にはまだわからないんですけど、まあスマートになるかどうか、おしゃれ感があるかどうかなのかなと思います。で、もう一個服が汚れたくない方は、この横サイドはこういったカーボンのタイヤカバーをつけた方がいいと思います。この板だけのやつじゃなくて、ちゃんと上までこういう風にカバーが来るようなタイプの車椅子の方がいいかなと思います。やっぱなぜなら、私もう一個折りたたみの方 EMAX 持ってますけど、それはここの上のカバーがないんですよ。ここのちょっと板だけなんですが、やっぱり服の汚れがより多くなりますね。ちょっと濡れたような道を走ったりすると、やっぱ水をこう巻き上げてくるじゃないですか。そうするとどんどんここの上のタイヤカバーがないとこう服が汚れていってしまいますし、こういう風に少しオーバーな服着てるともうべちゃべちゃになります。こっちもついてたんですが、この見えるかな、長さですね。ここからここまでしかカバーがついてなかったので、今着てるこういうちょっと長いやつだと前側汚れるか、あとは後ろここもちょっとダボっとパーカーとかがついちゃうと、この後ろから跳ねてくる汚れで結局こっち腰あたりも黒くなっちゃってたんです。だから今回は長めにしてもらいました。なので服がペラーンってなってもほとんど、ほら今このやつもつかないから汚れにくくなったというのが、服好きの私にはとっても嬉しいなと思ってます。で、あとは、ハンドリムですね。ハンドリムは CMAX の時も使ってたサージ LT っていうやつですかね。黒がいいっていうのもありますが、黒で上がゴムついてるパターンのやつになります。ただこれいいんですけど、下りの時とかこうブレーキかける時ゴムの部分がすごい熱くなっちゃうので、回転が上がる時だけこのサイドだけをこうギュッと押し込んだり、またはここの、サイドガードカバーのところを持ってこういう風に握ってゴムのところを握らないようにしてます。ただ手袋をしてる時とか雨の日とかはちょっとブレーキが効きやすいので、上にゴムがある方が個人的にはやっぱりいいな、ただあと普通に真っ黒でいいなっていうのがありました。このサイドガード作るにあたって、今ここすごい隙間がね1センチくらいなんですよ。で、ここに指を挟むことがめちゃくちゃあったの。漕いでる時に指を挟んでってなることがすんごいあったし、なんかちっちゃい子とかもここにこう指を遊んでね、こう触って近づいてきて触ってた時にポロンって回して指を挟むことがちょくちょくあったんです。それが嫌だなって思って、今度ここの隙間を逆に開けてもらいました。手が入っても痛くないというような隙間に変えたし、拭きやすさとしては普通に拭きやすくなりましたね。はい、そんな感じのポイントが、ダダダって言いましたけど、クッションはその株式会社 K3 さんにも問い合わせしていただきたいなと思いますし、もちろんテレスさんにもスティムライトありますので、そちらも言っていただきたいなと思いますが、2段階のこのバックサポートの件ですけど、これは本当に K3 さんでしかできませんし、ごめん、やってくれるかどうかは正直わかんない。ちゃんとお金を払ってくれれば作ってくれると思うので、
なんか2段階バックサポートがいいなっていう人はちょっと問い合わせしてみてください。ただ2段階のやつじゃなくても普通に調整軸がついたバックサポートっていうのも K3 さんで置いてます。またはミキさんの方でフォーテックという名前でそのバックサポートがあります。なのでフォーテックまたは K3 さんの方にオリジナルのこの2段階ではない、調整軸のついたバックサポート依頼をしたいという人はそちらにお話ししてみてください。はい。取り外してつけれるタイプの車椅子、そうじゃないタイプの車椅子があったりするので、そこはそのミキさんにフォーテックか K3 さんに相談かとは思うんですけど、でもやっぱり今自分の姿勢本当にちゃんといいかなどうかなって悩んでる人は相談してみていただけたらなと思います。で、あとアンダーバッグですね。アンダーバッグもずっと昔1回紹介してから紹介してないんですが、こちら固定車のアンダーバッグになります。リュック背負う人多いかなと思うんですけど、私はこれおトイレセット入れてますけど、おトイレセットとかっていうのをこういった車椅子の下にこうやってつけて、持ち運ぶことができます。こういう風にパチパチで作れるように加工してもらったので取り外しも簡単です。折りたたみタイプでペローンって1枚ペローンっていうのもあるので、そちらは折りたたみタイプで使うことができますが、こういう風にバッグに入れてで持ち運びできるのはいいかなと思います。今回こういった姿勢ですね、車椅子を作るにあたって自分の体にとって本当にどんな車椅子がいいのかっていうのを今まで業者さんがこう目で見て、図面を描いてたと思うんですけど、今回は国立障害者リハビリセンターの研究室に行ってちゃんと数値で、どんな風な車椅子に乗った方が自分が姿勢がいいのか体が良くなるのかっていうのを取っていただきました。だいたい車椅子って調整できずに乗るじゃないですか。もともと A タイプ B タイプ C タイプみたいなのをいろんなこう乗った上である程度調整した上でこれくらいが自分に合ってるかな、要はセミオーダーなのでセミオーダーの中でこれくらいが自分に合ってるかなみたいな感じで車椅子作りってあったと思います。ただ国リ派にはステップであったりこの上下そして、この奥行きっていうのを調整できる車椅子があって、自分の体に合った車椅子のセッティングをその都度その都度変えてみて、これだったらいいかもねみたいな感じで、そのままだからオーダーできる、そのまま業者さんにこの数値でお願いしたいですみたいな感じでオーダーできるようにチェックしてくれるところがあります。これが私はもともと国理派にいてて、でその研究室の人たちとも仲良くなってやったことなのかな、だからできたことなのかななんては思ってはいるんだけど、でも普通に一般の人たちにもやってるって言ってたので、それやってみたいっていう人は国理派に行かなきゃいけないのかなと思うんですけど、本当に作るにあたってお金をかけて作って失敗したってなるよりだったら、まずちゃんと見てもらうということも大事だと思うので、その国理派の研究室にお問い合わせしてみるのもありかなと個人的には思ってます。はい、ということで、今回車椅子新しくなりましたっていうことでご覧いただきました。めちゃくちゃかっこよくて満足してますが、ただもう押し手がもうほぼ前よりないような状態なので結構サポートをしていただく人は大変だと思いますけど、でもまた大事に大事に乗っていきたいなと思います。で、もともと C-MAX の方が特殊だったんですが、このステップに普通に人が立ってもこうやって起き上がってこないっていうような構造なんです。普通はだいたいみんな前にこうかけたら後ろが上がってきちゃうなんてことがあると思うんですけど、その構造がなかった分結構前への安定感安心感ってあったんですが、こっちの車椅子に変わってからは通常通りその普通にここのステップに立ったら後ろが上がってくる構造なので、こう段差のところとかそういった技術面のところですねが本当に初心者に戻った気持ちです。もう転倒防止は
つけたいくらいキャスター上げの時とか感覚が全く変わったので、ちょっとびっくり。なんか段差超える時とかすごいつんのめりそうになっちゃうんだけど、なんかそこをちゃんと今の車椅子に合わせて、技術力をアップさせていかなきゃいけないなというふうに思いました。はい、ということでちょっとなかなか久々に車椅子の、説明をしたので、頭とんじらかってこんがらかった感じで説明したと思いますが、言いたいことはクッションをちゃんとやっぱりもう一回見直すっていうこと大事ですよと。で、背もたれはこの2段階構えの背もたれがありますが、作ってくれるかどうかは皆さんの熱伝次第だと思いますが、2段階構えではなく調整軸のついたとってもいい背もたれがK3 さんにもあります。で、あと同じようなのがミキさんにもあります。なので気になる方はミキまたは K3 に問い合わせしてみてください。クッションの場合は各販売店さんに相談してみるといいと思います。スティムライト扱っているところであればそちらで今使ってるクッション別がいいなっていうのを相談してみてください。スティムライトの場合はデモ機で無料で貸し出しとかもあったりするので、ちゃんと試すということができます。なので買って失敗したっていうことが基本的にはないと思うので、ぜひまずは試してみるというのをやってみてください。今回は特にお伝えしたかったことです。うまくまとまったかな。編集頑張ります。はい、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。